今日は金曜日、2025年4月4日です。朝5時45分に起きました。今日はアルバイトがあります。昨日は夜遅くまで勉強していたので、とても眠かったです。寝坊したので、朝ごはんを食べませんでした。本当はパンと牛乳を飲みたかったのですが、時間がなかったので仕方がありません。歯を磨いて、顔を洗って、そのまま仕事に行きました。家を出る前に電気を消してドアの鍵をかけました。外は雨が降っていたので傘をさしました。雨の日は道が滑りやすいので気をつけながら歩きました。家から駅まで歩いて約20分かかります。雨の日の通勤は大変です。私は雨が好きではありません。靴も服も濡れてしまいました。風も強かったので、傘が飛ばされそうになりました。駅に着いたら切符を買いました。160円でした。私は普段 IC カードを使っていますが、今日は残高が足りなかったので、切符を買いました。駅にはたくさんの人が並んでいました。学生や会社員、私と同じアルバイトの人もいました。雨の日は電車を使う人が多いので、駅はとても混んでいました。6時15分、電車が来ました。日本の電車は時間に正確でとても便利です。電車のドアが開くと多くの人が降りてきました。その後、私たちは電車に乗りました。座る席はありませんでした。私は電車に乗って立ったままスマホを見ていました。スマホで天気予報をチェックしました。電車でスマホを見るのは目に悪いですが、暇だったので見てしまいました。その後、SNS をチェックして友達の投稿を読みました。6時30分、バイト先に着きました。私はコンビニでアルバイトをしています。まずトイレに行って制服に着替えました。制服は青と白のストライプのシャツと黒いズボンです。少しサイズが大きいですが、動きやすいので気に入っています。
髪も整えて、名札をつけて準備完了です。私の仕事はレジです。時々お客さんに道を聞かれます。外国人のお客さんも多いので、簡単な英語で説明することもあります。お弁当やおにぎりを買うお客さんも多いので、温めますかと聞いて、電子レンジで温めます。お昼の時間になると、店はとても忙しくなります。レジにたくさんの人が並ぶので、急いで対応しなければなりません。でも、間違えないように気をつけています。11時ごろ、休憩時間になりました。お腹が空いたので、コンビニでお弁当を買いました。今日は卵、鶏肉、豚肉、野菜が入っているお弁当です。電子レンジで温めてカウンターで食べました。とても美味しかったです。食事の後、お茶を一本飲みました。今日は緑茶を選びました。体にいいのでよく飲みます。休憩時間は30分しかないのでゆっくりできませんが、スマホを見たり、少しストレッチをしたりしました。午後1時に仕事が終わりました。でも、すぐに家に帰らず、スーパーに行きました。そのスーパーは、とても大きく、いろいろなものが売っています。食べ物だけでなく、日用品や化粧品もあります。私はお土産用にチョコレートをたくさん買いました。日本のチョコレートは美味しいので、友達にプレゼントするために買いました。それから化粧品も買いました。午後2時に帰宅しました。まず部屋を少し片付けました。そして2時間英語を勉強しました。YouTube で英語の動画を見てノートを取りました。新しい単語を覚えたり、リスニングの練習をしたりしました。来月、IELTS を受けます。TOEIC で900点を取りましたが、IELTS は難しいので、毎日勉強しなければなりません。スピーキングもあるので、英語を話す練習もしなければなりません。試験の料金も IELTS の方が高いです。だから
絶対に失敗しないように頑張ります。その後、もう一度スーパーに行きました。さっきのスーパーとは別の店です。このスーパーは家から歩いて5分のところにあります。とても便利な場所にあります。大きなスーパーで自転車や車の駐車場もあります。今日はたくさん買い物をしました。まず、果物を買いました。いちご、りんご、オレンジです。今、日本はいちごの季節なので安くて美味しいです。小さいパックと大きいパックがありましたが、大きい方を買いました。りんごは少し高いですが、健康にいいので毎日1個食べています。オレンジもビタミン C が多いので、風邪をひかないように食べます。次に野菜を買いました。白菜一つとかぼちゃ一つです。白菜は鍋料理によく使います。冬になると白菜をたくさん食べます。かぼちゃは甘くてとても美味しいです。それから豚肉、エビ、魚も買いました。エビはフライにすると美味しいので、明日作ろうと思います。今日の買い物は全部で3000円でした。ちょっと高かったですが、健康のためにいい食材を選びました。家に帰ったらすぐに晩ご飯を作りました。お腹が空いていたので、できるだけ早く作ろうと思いました。まず、米を炊きました。次に、かぼちゃを切って煮ました。かぼちゃは甘くて柔らかくとても美味しいです。豚肉はフライパンで焼きました。塩と胡椒で味をつけていい香りがしました。白菜はお湯で茹でてシンプルなサラダにしました。全部揃ったらお皿にきれいに盛り付けました。今日の晩ご飯はご飯、かぼちゃの煮物、焼き豚、白菜のサラダです。とても美味しくて栄養バランスもいいです。食べながら YouTube を見たり音楽を聴いたりしました。夕食の後、少し休んでから友達の家へ遊びに行きました。久しぶりに会ったので話したいことがたくさんありました。
私たちは学校や仕事のこと、将来の夢について話しました。友達はとても親切で私に役に立つアドバイスをくれました。毎日少しずつ頑張れば必ず成功するよと言ってくれました。その言葉を聞いて私はもっと頑張ろうと思いました。話しながら果物を食べました。いちご、りんご、オレンジなどがありました。いちごは甘くて美味しかったです。気づいたら時間がすごく早く過ぎていました。夜10時になったので家に帰りました。少し疲れていましたが、お風呂に入ってリラックスしました。お風呂の中で今日の出来事を思い出しながら温かいお湯に浸かりました。とても気持ちよかったです。お風呂の後、両親に電話をしました。私は毎日両親と電話で話しています。今日の出来事を話したり、最近のニュースについて話したりしました。両親は体に気をつけてねと言ってくれました。私は大丈夫だよと答えました。家族と話すと元気が出ます。夜11時になったのでベッドに入りました。今日はたくさん活動したので少し疲れました。でも楽しい一日でした。明日も頑張ろうと思いながらゆっくり眠りました。これが私の一日です。今日は金曜日、2025年4月4日です。朝5時45分に起きました。今日はアルバイトがあります。昨日は夜遅くまで勉強していたので、とても眠かったです。寝坊したので朝ごはんを食べませんでした。本当はパンと牛乳を飲みたかったのですが、時間がなかったので仕方がありません。歯を磨いて、顔を洗って、そのまま仕事に行きました。家を出る前に電気を消してドアの鍵をかけました。外は雨が降っていたので傘をさしました。雨の日は道が滑りやすいので気をつけながら歩きました。家から駅まで
歩いて約20分かかります。雨の日の通勤は大変です。私は雨が好きではありません。靴も服も濡れてしまいました。風も強かったので、傘が飛ばされそうになりました。駅に着いたら切符を買いました。160円でした。私は普段 IC カードを使っていますが、今日は残高が足りなかったので、切符を買いました。駅にはたくさんの人が並んでいました。学生や会社員、私と同じアルバイトの人もいました。雨の日は電車を使う人が多いので、駅はとても混んでいました。6時15分、電車が来ました。日本の電車は時間に正確でとても便利です。電車のドアが開くと多くの人が降りてきました。その後、私たちは電車に乗りました。座る席はありませんでした。私は電車に乗って立ったままスマホを見ていました。スマホで天気予報をチェックしました。電車でスマホを見るのは目に悪いですが、暇だったので見てしまいました。その後、SNS をチェックして友達の投稿を読みました。6時30分、バイト先に着きました。私はコンビニでアルバイトをしています。まずトイレに行って制服に着替えました。制服は青と白のストライプのシャツと黒いズボンです。少しサイズが大きいですが、動きやすいので気に入っています。髪も整えて、名札をつけて準備完了です。私の仕事はレジです。時々お客さんに道を聞かれます。外国人のお客さんも多いので、簡単な英語で説明することもあります。お弁当やおにぎりを買うお客さんも多いので、温めますかと聞いて、電子レンジで温めます。お昼の時間になると、店はとても忙しくなります。レジにたくさんの人が並ぶので、急いで対応しなければなりません。でも、間違えないように気をつけています。11時ごろ、休憩時間になりました。お腹が空いたので、コンビニでお弁当を買いました。
今日は卵、鶏肉、豚肉、野菜が入っているお弁当です。電子レンジで温めてカウンターで食べました。とても美味しかったです。食事の後、お茶を1本飲みました。今日は緑茶を選びました。体にいいのでよく飲みます。休憩時間は30分しかないのでゆっくりできませんが、スマホを見たり、少しストレッチをしたりしました。午後1時に仕事が終わりました。でも、すぐに家に帰らず、スーパーに行きました。そのスーパーは、とても大きく、いろいろなものが売っています。食べ物だけでなく、日用品や化粧品もあります。私はお土産用にチョコレートをたくさん買いました。日本のチョコレートは美味しいので、友達にプレゼントするために買いました。それから化粧品も買いました。午後2時に帰宅しました。まず部屋を少し片付けました。そして2時間英語を勉強しました。YouTube で英語の動画を見てノートを取りました。新しい単語を覚えたり、リスニングの練習をしたりしました。来月、IELTS を受けます。TOEIC で900点を取りましたが、IELTS は難しいので、毎日勉強しなければなりません。スピーキングもあるので、英語を話す練習もしなければなりません。試験の料金も IELTS の方が高いです。だから絶対に失敗しないように頑張ります。その後、もう一度スーパーに行きました。さっきのスーパーとは別の店です。このスーパーは家から歩いて5分のところにあります。とても便利な場所にあります。大きなスーパーで自転車や車の駐車場もあります。今日はたくさん買い物をしました。まず、果物を買いました。いちご、りんご、オレンジです。今、日本はいちごの季節なので安くて美味しいです。小さいパックと大きいパックがありましたが、大きい方を買いました。りんごは少し高いですが、健康にいいので毎日1個食べています。
オレンジもビタミン C が多いので、風邪をひかないように食べます。次に野菜を買いました。白菜一つとかぼちゃ一つです。白菜は鍋料理によく使います。冬になると白菜をたくさん食べます。かぼちゃは甘くてとても美味しいです。それから豚肉、エビ、魚も買いました。エビはフライにすると美味しいので、明日作ろうと思います。今日の買い物は全部で3000円でした。ちょっと高かったですが、健康のためにいい食材を選びました。家に帰ったらすぐに晩ご飯を作りました。お腹が空いていたので、できるだけ早く作ろうと思いました。まず、米を炊きました。次に、かぼちゃを切って煮ました。かぼちゃは甘くて柔らかくとても美味しいです。豚肉はフライパンで焼きました。塩と胡椒で味をつけていい香りがしました。白菜はお湯で茹でてシンプルなサラダにしました。全部揃ったらお皿にきれいに盛り付けました。今日の晩ご飯はご飯、かぼちゃの煮物、焼き豚、白菜のサラダです。とても美味しくて栄養バランスもいいです。食べながら YouTube を見たり音楽を聴いたりしました。夕食の後、少し休んでから友達の家へ遊びに行きました。久しぶりに会ったので話したいことがたくさんありました。私たちは学校や仕事のこと、将来の夢について話しました。友達はとても親切で私に役に立つアドバイスをくれました。毎日少しずつ頑張れば必ず成功するよと言ってくれました。その言葉を聞いて私はもっと頑張ろうと思いました。話しながら果物を食べました。いちご、りんご、オレンジなどがありました。いちごは甘くて美味しかったです。気づいたら時間がすごく早く過ぎていました。夜10時になったので家に帰りました。少し疲れていましたが、お風呂に入ってリラックスしました。お風呂の中で今日の出来事を思い出しながら
温かいお湯に浸かりました。とても気持ちよかったです。お風呂の後、両親に電話をしました。私は毎日両親と電話で話しています。今日の出来事を話したり、最近のニュースについて話したりしました。両親は体に気をつけてねと言ってくれました。私は大丈夫だよと答えました。家族と話すと元気が出ます。夜11時になったのでベッドに入りました。今日はたくさん活動したので少し疲れました。でも楽しい一日でした。明日も頑張ろうと思いながらゆっくり眠りました。これが私の一日です。